ここは夢と冒険の聖地スナックワールド。ドラゴンだっているし、便利なスマホはみんな持ってる。そんな生かした世界なんだ。そして俺の名はチャップ。大陸を蝕む悪の商人ビネガー・カーンに故郷の村を潰された俺は先輩返しの復讐の旅に出たんだ。いよいよ俺の旅はビネガーに近づいていく。あいつを倒すためなら俺はどんなインポッシブルなミッションも乗り越えてみせる。さて今日も大冒険の始まりだ。まだスカードンは復活しないのですか？スカードンの力は私たちの予想をはるかに上回っていました。どこまで大きくなるのか計り知れません。これを制御し操るとなると相当のマナの蓄積が必要となります。私は待つのが嫌いなのですよ。今すぐスカードンを復活させたらどうなるのですか？世界を滅ぼす力を持った野獣を野に放つことになります。そうなれば我が社も大損害を被ることになるかと。いやここまで来て足踏みとは悔しいですね。急がせてくださいよ。はっ。そうでないとマナがたまる前にあなた方の命がポポポーンってことになりますよ。すげえ、これが大陸横断鉄道か。ブヒブヒ。本当にフレンチトースターを出るのね私たち。どっかに駅弁は売っとらんのかの？おいどんは町を出る前に買っておいたでごわす。なんじゃと？なぜ一言言わんのじゃ？ちょっとこの旅立ちの感動の場面に食い気なの？待ってろビネガー、お前は絶対許さない。お別れですねメローラ姫。ですがいつか必ず目的を果たしあなたの元へと戻ってきます。待っていてください。ちょい早くエンディングに行きそうになってなかった？なんだよお前はね、せっかく切ない思い出気分に浸ってたのに。これから行くキングオイスターシティはフレンチトースターに比べたらすごく危険な街なのよ。ちゃんと前準備しておかないと。前準備って何？まずね、キングオイスターシティは特別な結界に包まれているせいでずっと夜なの。ビネガーは街に注がれる太陽光エネルギーを吸い取って工場の電力に利用しているのだ。なんと。ビンさんとは一時ビネガーの仲間になってたんだよね。あいつに雇われたふりをしてドラゴンハートを手に入れるつもりだった。まんまと出し抜かれてしまったかな。ビンさんとはドジだな。何？いいかビンさんと、ビネガー相手にドジは許されないんだ。っていうか彼に何度も助けられてるし、それに奪われ方もビンさんとのせいかどうかは微妙だし。あ、そっか。じゃあ仲間だし許す。仲間になった覚えはない。そうか。じゃあ仲間としてはっきりさせておきたいことがある。だから仲間になった覚えは。お前とメローラ姫はどういう関係だ？かっこつけといてそれかい。だから仲間に。そのことか。いいだろう。変な誤解をされて女子に弱いキャラ認定されてはかなわんので話しておいてやろう。そもそも私が誰なのかということだが。それはいい。だからメローラ姫との関係を聞かせろ。だからそれは私が誰かということにだからそれはいいって。メローラ姫との関係は。だからそれは私が誰かということから話さねばならない。おやお前、妙に親しげだったぞ。だから関係あるから聞け。よし聞こう。実は私はビネガーに滅ぼされたチャップの村ホイップソンの出身なのだ。なんと無茶なつながり。ビネガーが襲ってきた日、私たちは奴らと戦った。しかし奴らの操るドラゴンの力は強大だった。村の戦士たちは全員やられた。私一人を残して。
ちょっと待て、俺はお前なんか見たことないぞ。無理もない。村で選ばれたドラゴンナイト候補生は小さい頃からドラゴンの谷に修行に行っていたからな。ドラゴンナイト？私たちの村ホイップソンは伝説で語られるドラゴンの血を引いた一族の村なのだ。すごいでごわす。なんでも村人はドラゴンの血を引いており、強大なドラゴンの力を操れる一族らしいの。そうだ。しかし我が一族は長い年月の中でその力の使い方を忘れてしまっていた。そこで覚醒の可能性がある者たちは古来の戦闘の技術を受け継ぐドラゴン少林寺に送られ修行を重ねていたのだ。いつかドラゴンナイトになることを目指してな。俺そんな話聞いたことないぞ。お前の母はお前が戦士になることを望んでいなかったらしいからな。母ち家族を殺されたのは私も同じだ。だから私は誓ったのだ。伝説の最強戦士ドラゴンナイトになってビネガーを倒すと。ょっと待った。ビネガーを倒すのは俺だ。お前には無理だ。無理じゃない。無理だ。ビンサント、お前がドラゴンナイトになるなら俺はなんだ。スーパーグレイトドラゴンナイトに俺はなる。お前がドラゴンナイトにだと笑わせるな。ドラゴンナイトになりたいじゃと。はい。無理じゃな。なぜです？確かにお前はいいものを持っている。しかし決定的に足りないものがある。この私に何が足りないとおっしゃるのです、ロイス様。荒ぶるドラゴンの力を制御し飲み込まれぬようにするために必要なもの、それは誠の人たる心、すなわちピュアなる力じゃ。ピュア？それがどんなものであれ私は必ず得してご覧に入れます。ならばやってみるがよい。努力家のお前ならあるいは。私はドラゴンナイトとなり必ずやビネガーを。おごるでない。お前にビネガーは倒せんよ。なぜです？お前には倒せん。なぜならで、村が潰された後、ビンサントはどうしたの？ビネガーのドラゴン部隊にやられてボロボロだった。帰る場所もなく長い間当てもなくさまよった。じゃあ俺と同じだ。違う。私は自分の力である王国に行き着いたんだ。しかし体力の限界だった私はその王国の前で力尽きた。そこがフレンチトースターで助けたのがメローラ姫だったってこと？そうだ。あの方はどこの馬の骨ともわからない私を救ってくれた。しかし私が王国に長くとどまればいずれビネガーに嗅ぎつけられ王国にも危険が及んでしまう。回復してすぐに私は王国を後にした。ビンサント、メローラ姫は渡さないぞ。メローラの名にかけてな。確かにメローラ姫は私にとっても心のマドンナだ。だがあのお方は私など相手にはしていない。誰にも媚びない自由な、そうまるで空のような方だ。空かどうかは置いといて、確かに自由は自由だね。そんなことより話の本題はこれからだ。ビネガーはかつて世界を脅かした強大な竜の王スカードンを復活させようとしている。スカードンを使い魔物たちを操り自らの武器販売ビジネスで大きな利益を上げようとしているんだ。確かに世界中のモンスターたちが凶暴化すれば武器が売れるようになるわね。奪われたドラゴンハートはスカードンを蘇らせることができるとともにドラゴンナイトの力を覚醒させる効果もあるのだ。つまりドラゴンハートを手に入れた者がこの戦いに勝てるってわけね。じゃあもう奪われたので負けは決定でごわすか？いや、ビネガーの近くにいた際に得た情報によればスカードンを復活させるためにはスカードンを制御するための力、マナの蓄積が必要らしい。それどういうこと？つまりスカードンの復活にはまだ時間がかかるということだ。ではその前にドラゴンハートを奪い返せばよいというわけじゃな。そういうことだ。おばちゃん、俺この町を出るよ。そうかい、寂しくなるね。だけど俺絶対やり遂げるから、完璧にやり遂げるから。ち
チャップ、あんたは誰も持っていないものを持ってる。あんたならきっとできるだろうよ。ビデガを絶対に倒してみせる。一歩一歩進んでいくんだよ。お前の前にある道をね。我選別。チャップ、おそれ王国限定メロンパンクッキー、私にもちょうだい。いいよ。おいどんにもわしにも。ブヒブヒ。みんなに見つかっちゃった。おいしい。口に広がるメロンパン風味侮れないでごわす。はは、もう一丁くれ。ダメだよ、これから少しずつ食べるんだから。ヘチクソ。そうじゃそうじゃ、ケチンボ。チャップさん見損なったでごわす。ブヒ。そんなちビンさんとまで。なんだ。トンネル？現在国境通過中です。しばらく車内が暗くなりますのでご了承ください。大陸を分断する魔性壁の中を通る間は暗闇となる。魔性壁？そんなことも知らんのか。大陸は魔性壁によっていくつかのエリアに分断されている、いわゆる国境だ。この見えない壁のせいで大陸の別のエリアには空からは行けず、大陸横断鉄道を使わねばならないのだ。ビンさんとって田舎者なのに物知りだね。誰が田舎者だ。すげ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 すっげ騒ぐな。典型的な田舎者だぞ。だって田舎者じゃん。俺とお前同じ村出身だし。同類扱いか。これからこんな都会で暮らすなんて憧れの生活の始まりだわ。考えてみたら夜の街って素敵だし。残念だが寝泊まりするのはここじゃない。すげ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 。今日のチャップさんはすげえ村の親善大使でごわすな。しかしこりゃ便利な乗り物じゃのう。これはバスだ。まあ馬車のようなものだと思えばいい。ビンさんとお前すげえな。都会人みたいだぞ、田舎者のくせに。ここが新天地キングオイスターシティでの私たちの拠点となる。ここに泊まるの？オンボロじゃそい。周りの治安も悪そうでごわす。要は宿屋ってことね。拠点とか言っといてカッコつけちゃって。田舎者丸出しだよ、ビンさんと。とりあえず中に入ってみよう。ブヒブヒ。こういう時に出るのよね、選ぶ人のセンスって。じゃあな。おいどんは食い物がうまければ文句ないでごわす。オッケーオッケー、いらっしゃいね。5人チェックインお願いします。チェックインよ。オッケーオッケー、チェックインね。チェックインは4人だ。私はこの町にいたのですでに部屋を借りてある。じゃあ4人で。ブヒブヒ。正確には4人とチビ1。オッケーオッケー、4人で部屋1ついいか。1人女の子だから別の部屋で。どこ？あなた目悪いの？ここよここ。視力はあんまし良くないよ。だから雰囲気とかオーラで判断してるよ。だったらほら、可愛い年オーラムンムンでしょ。なんか感じないの？伝わってるでしょ。伝わってくるのは危険な野生動物の気配よ。誰が野生動物よ。もしくはヘビ、ヘビ？もしくはサメ、海なんてないし。もしくはネット風呂。それも人じゃないから。いい加減にしないと極大火炎魔法でホテルごと入りするわよ。バニラちゃん。お呼びですか、ヨン様。おお、さすが都会じゃのう。っていうかなんであんたがヨン様なのよ。ミの名前アラクダブイヨンね。長いのでヨン様。オッケーオッケー。オーケーオーケーじゃないでしょ。バニラちゃん、お客様をお部屋にご案内して。はーい。部屋はここ。はい、これ鍵。じゃ愛想悪。バニラちゃん。んバニラちゃんはここ長いの？もう5年くらい。5年か。そろそろ仕事にも慣れてきて、ちょっと危険な恋にもチャレンジしてみたいといったところかの。おっさんなんかの店と勘違いしてんじゃないの？
よっしゃー、今か。いましたね。そろそろ借りたお金返してもらわんと。もうちゃんと返したよ。ヨンちゃんが返したのは利子、わかる？借りたお金には利子がつきまんねん。そんな、なんじゃ。どうやら借金取りみたいね。借金取りがモンスターでごわすか。お、バニラちゃんいたの。こんな店やめてうちこうへん？もう我慢の限界やから、ヨンちゃん殺して僕ちゃんがここのオーナーになっちゃいますせ。危な！必殺！脅されてる人が剣で刺される前に救うんだ。豚子投げつけアタック。ネーミング無理ありすぎだから。何しやがるんですか？お前我慢の限界だと言ったな。言いましたよ。それが何か？俺のばあちゃんは言った。限界を決めるのは自分の決めた限界なので、せいぜいムツゴロウとして生きていくがいいさ。は？泥の中でも強く生きていくでごわす。つかだんだん応用編になってるね、ばあちゃん語録。あんちゃん、どうも社会の常識ってやつが分かってへんようやな。分かってるさ。社会のピロ式くらい。ピロ式じゃなくて常識。チャップさん、加勢するでごわす。大丈夫、ここは俺に任せろ。僕ちゃんを怒らせちゃったあんちゃんはスクラップ置き場のプレス機で圧縮されて鉄の塊になる系に突す。怖っ。ネーミングセンスはどっこいどっこいね。ごわす。そんなことさせないぞ。ベアリクリスタルソード。ほう、一丁前の武器を持っとるやないか。宝の持ち腐れとはこのことやな。やろう！ちょろちょろとうっとうしいな。不正取引、反社会的行為、情報漏洩、インサイダー取引などなど絶対許さん。それどっかのサイトでたまたま見たコンプライアンス問題。よく覚えたよね。必殺！一丁前の武器持ち腐れ切り。無理にネーミングする必要ないから。お、宝箱でごわす。おお、指輪ゲット。これクロリスのナチュラルリングね。いいやつなの？クロリス製品は比較的お求めやすい価格でありながら高性能なので今や大人気だな。最近発売されたナチュラルリングはその中でもなかなか手に入らないわ。どうせ誰かから借金の型に巻き上げたんじゃろう。あれ、クロリスの剣と盾持ってる。おいどんも斧持ってるでごわす。何のアピールなんだか。これバニラちゃんにプレゼントじゃ。いらない。どさくさま芸に何してんの。ビネガーパレスの警備は厳重だ。それを正面から打ち破るのは不可能に近い。そこで我々はビネガーパレスに続くムーンライトに照らされて美しくも怪しくきらめく水路際の道、別名月夜街道と呼ばれるルートから地下水道に侵入。そこからビネガーパレス内部に入る。案外簡単そうじゃない？いや、そう簡単にはいかない。月夜街道の末端にはムーンライトに照らされて猛々しくも不気味に佇む謎の屋敷、別名ヴァンパイア屋敷があるのだ。長くなるから次から別名だけでいいね。ヴァンパイア屋敷ってことは、そのヴァンパイアってやつを倒せば次はビネガーなんだな。ところで肝心のビネガーはぶっちゃけ強いのか？あいつ自体はちょろいでしょ。なんかブヨブヨだし。問題はどんな護衛をつけてくるかだよね。どんな護衛がいてもビネガーごと倒してやるさ。ちょっと勢いだけはあるよね。どういうことです、老子様。なぜ私にビネガーは倒せないのです？ビネガーがお前より強いからじゃ。あいつが私より？なぜです？私はどんな辛い修行もこなしてきました。倒せないはずなど。老子様、覚えているか？かつてこの寺の全ての試練をクリアした最強の同志がいたという話よ。はい、それ以降試練のコンプリートはなされていない。まさかビネガーはただの悪徳商人ではない。闇の勘を受け最高レベルの力を得たダークドラゴンナイトなのだ。おいしいですよ。しょぼくれ顔のモブキャラどもが言い訳しながら歩いてる。
道すがら見たこともないワクワクを見たいつまでしぼんだままなの醜いアヒルのままなの今のレベルは1だけど今に見てろよそのうちじゃあ最近の若いのって年寄りともがぼやいてるけどそろそろお面返上な嫌顔にも待ってましたぜケツの穴からジェット風車だ俺はいつか花になる空に伸びる花になる君に届く花になるビンさんとお前も眠れないのか？いや、そういうわけではない。ついにビネガーのそばまでやってきたんだな。ああ、もう目と鼻の先だ。考えただけで熱くなってくる。なんかこう体の奥から何かがドックンドックンくるんだ。お、どうしたビンさんと？お前は本当に復讐のためだけにここまで来たのか？あ、そうだよ。なんで？いや、お前を見ていると復讐以外にも何か目的があるような気がしてな。俺はビネガーを倒すためだけにここまで来た。お前もだろ。ああ、そうだな。これから苦しい戦いになるぞ。分かってるさ。言っておくが、ビネガーは。いや、なんでもない。俺のばあちゃんは言った。ビネガーは絶対に倒せ。死んでも倒せ。ゾンビでも倒せ。さすがにそれはお前の心の声だろ。バレた。ビネガー、待ってろよ。絶対にお前を倒してやる。レイマをね、今日は何を教えてくれるの？今日は魔性壁についてよ。魔性壁とは大陸をいくつものエリアに分けている見えない壁のようなものよ。いわゆる国境っていうことね。壁の向こう側へ行くには大陸横断鉄道に乗らないと越えられないの。他のエリアにはとっても広い海や大きな火山もあるっていう噂よ。すげえ、俺もいろんなエリアに行ってみたい。俺たちの行く手を阻む冷酷なヴァンパイア。奴の弱点はニンニク、太陽の光、聖なる水。最後の一つは次回なんてったってヴァンパイアハンター。さあ大冒険の始まりだ。